Baby if you 無限へと散らばれ始まりの愛して消えがし見つけたよ心が安らぐ My home My home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、最近の僕ですが、皆さんもねもうご存知だとは思うんですけど、エクステをね撮りました。はい。なんで撮ったか皆さんすごい気になっていると思うんですけど、単純にめちゃくちゃ暑かったっていうのがありましたね。で、何よりすごいねお手入れがね時間がかかっちゃって、髪濡らすのも時間かかるし、髪洗うのも時間かかっちゃうし、で洗う時にめっちゃ突っかかって指のね皮とかが剥がれる時があったのよ。で、これどうしようかな、もう思い切って取っちゃおうかなと思って取っちゃいました。はい。で、エクステ取って洗うじゃないですか。すっごい洗いやすいんですよ。で、俺の頭ってこんな軽かったんだっていうのも実感したし、何よりめちゃくちゃ久しぶりに自分の頭皮をゴシゴシ洗うことができてですね、すごい清々しい気分でございます。はい。で、長髪ねユータを好きだった皆さんね、ほんとすみませんね。もうこんなにラジオでね引き続き長髪ユータをお楽しみになんて言っちゃってたのにすぐ撮ったっていうね、すごい気まぐれなんですけど、はい。で、単発ユータをね好きな皆さんおそうせよということでですね、これからもね僕ユータの髪型がどのように変わっていくか皆さんお楽しみにということで、早速今週の1曲目を皆さんにお届けしたいと思います。 NCT127 で Save Yuta at home. This program is brought to you by Sumato News. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。僕がおすすめする NCT の曲、題して今月の NCT を発表します。7月のテーマは NCT のサマーソングです。まずは NCT ドリームでノアナビューティフルタイム。この曲はですね、夏のビーチで海を見ながら聴くとすごくいい曲だと思うので、皆さんもね海に行くタイミングがあれば一度聴いてみてください。続いては NCT127 でサマー127。この曲はですね、夏のドライブにすごくぴったりな曲なので、海に行く道中だったりに聴いてほしい曲ですね。そして最後は NCT U でダンシングインザレイン。これはですね、海に行って、帰りの道中に聴いてほしい曲になっています。以上 NCT のサマーソングでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。まずは前回出題したユータクイズの正解から発表していきたいと思います。僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画ですね。で、問題は僕ユータのちょっとずつ上に上がっている体の一部はどこでしょうかという問題でしたね。で、ヒントが確か上半身のどこかということでしたが、皆さんどうでしたか？わかりましたかね？早速なんですけど正解発表していきたいと思います。正解はですね、眉毛でした。はい、眉毛ですね。多分ねファンのみんなは分かってくれてたとは思うんですけど、僕ちょっとずつ眉毛細くなって上がっていってるんですよね今で。本当にふざけでいつかスタイリストさん、メイクさんに僕の眉毛90度まで上げてくださいっていう話をずっとしてるんですけど、特にねこの眉毛も本当に理由はなかったんですけど、これまで結構太めの眉毛だったんですよね。ザみたいな眉毛だったんで、
一回ちょっと夏だし眉毛上げてみるかみたいな感じでやってみようと思ってやったのが始まりでしたね。でなんか最近こう眉ピアスもまた人気らしいんですけど、僕ねフェイクの眉ピアスはね一時期パンチのね活動時期にしていたんですけど、実際にはしたことなかったんですね。でなんでフェイクをしたかというと、パンチの活動前に実はマネージャーさんに僕眉ピアスしたいんですけどいいですかって聞いたんですけど、一回ね保留になったんですよね。でそっからずーっと伸びてやってないんですけど、機会があればね一回やってみたいなっていう思いはあります。ただね多分あれ顔に傷っていうか残っちゃうんですよね。だからちょっと悩みどころではありますよね。てかこんな心配してる時点で眉ピアスだったりっていうのはしない方がいいんだろうなと思います。ということで、クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。僕言ったエクステを取りましたね。で髪の毛を切りましたが、友達に日本にいる友達にね見せたのよ。見せたらある漫画のキャラクターがいるんですけど、それ意識しすぎって言われたんですよ。で俺その漫画知らなくて何言ってんのっつったんですけど、いや絶対嘘だっつって、でちょっとねこう口論になったんですけど、で結局その漫画一回見てみって言われて見たんですけど、もうめっちゃハマっちゃった漫画があるんですけど、その漫画とは何でしょうかという問題ですね。でヒントは多分皆さん俺の今の髪型見て大体わかると思うんですけど、ヒントはですねタイムリープと、これ言っちゃおうかなとか、いやタイムリープだけにしとこうか。タイムリープ系の漫画ですね。タイムリープをして主人公がで自分が悔やんだ過去をですね変えていこうという、そういうストーリーの漫画ですね。はい、メッセージとツイッターで皆さんのお答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。実はですね悩んで作ったステッカーがあるんですけど、2種類あるのでそのどちらかが正解した方へ届きます。2つともすごい可愛くて俺らしい自分らしい感じのステッカーになっているので、どちらかが、皆さんの手に届くようになっております。どっちがね届くかも楽しみにしておいてください。ということでどんどんご応募ください。さて7月になりまして、気温もね徐々にアップしてますよね皆さん。で僕自身もですねつい無意識に暑いとか疲れた家帰りたいとかね口にしちゃいがちな、この時期なんですけど、このさ暑い夏の時期になるといつも思い出すのがやっぱ練習生のね時期なんですよ。やっぱね男性ってこうなんていうんですか、フレグランスとか持ち歩いてないじゃないですか。だからいつもね前の男の子が使った練習室はすごい男臭いんですよね。あれじゃないですか学校とかでも。で女の子が使った後はすごいフレグランスの匂いですごいいい匂いがするんですよね練習室で。一時期俺たちもこれ絶対俺たちもフレグランス持ち歩いた方がいいよっていう話になって、そうしようって言ったんですけど、結局フレグランスを持たずデビューしてしまいましたっていうね、ちょっとこの男女あるあるな話もありましたね。今はさすがに持ち歩いてますよ。今は持ち歩いてるんですけど、練習生の頃っていうのはそういうちょっとしたね面白いエピソードとかも結構ありましたね。でそんな暑い夏なんですけど、ちょっとした工夫で、暑さの感じ方を和らげる方法があるそうですね。皆さんにここでご紹介していこうと思います。その1、青い色を見る。青い色、寒色系の色は、爽やかさや冷たさをもたらし体感温度を下げると言われています。じゃあその2、ペパーミントの香りを取り入れる。ペパーミントの主成分メントールには
脳が冷たいと感じる部分を活性化する役割があり、ペパーミントを含むものを食べたり飲んだり嗅いだりするだけで涼しく感じるそうです。だから僕もタブレットっていうかな、その飴ちゃんみたいなのも結構僕夏場はミント味を食べるようにしてますね。ミント味が好きっていうのもあるし、やっぱちょっとこう口の中が爽やかになるじゃないですか。だからこれもめちゃくちゃいいと思いますね。でその3、夏野菜を食べる。トマトやキュウリ、ナス、ゴーヤなど水分を多く含む夏野菜には、熱を下げる効果があるそうです。夏野菜ね、あったら食べるんですよ僕。お母さんみたいにね出して食べてって言ってくれる人がいないとなかなかこの3番は僕難しいかもしれないですね。そしてその4、風鈴の音を聞く。風鈴の音を聞くと風が吹いているというイメージから体感温度が下がったという実験結果があります。ただし風鈴に馴染みのある日本人特有のものだそうです。わあすごいですねこれ。僕も結構おばあちゃん子だったんで、おばあちゃん家に行けば必ず風鈴の音を聞きながら夏を過ごしていたね、スイカ食べながら過ごしていた、そんな記憶がありますけど、これ日本人の方ぜひ今年の夏からまたね風鈴を、つけてみてください。で今年の夏は家で過ごす時間が多分ねみんな増えると思うので、お家の中でも、熱中症に注意しながら、体調が悪い時は無理せずにクーラーだったり扇風機をつけて、水分をねしっかりとって一緒に暑い夏を皆さん一緒に乗り切っていきましょう。それではここで一曲皆さんに、お届けしたいと思います。雨ざらしの帰ってこいよっていう曲なんですけど、最近ねなんか YouTube で聞いて雨ざらしさんの曲って歌詞は結構ね人間が誰しも持ってる弱い部分あるじゃないですか。その部分をすごいちょこんって触ってくる感じがあるんですよね。その感覚がすごく僕は心地よく感じちゃってて、皆さんにもお勧めしたいと思います。それでは雨ざらしで帰ってこいよ。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ここでご紹介したいと思います。ラジオネームうすさん。最近自分へのモチベーションが上がらず病む日々が続いていました。そんな時にゆうたくんがラジオでモチベが上がらない人1時間運動してと言ったのを思い出し、最近夜にウォーキングをするようになりました。こうしてゆうたくんのラジオを通していろんなことに挑戦するようになりました。ゆうたくんありがとうございます。これからも体に気をつけて頑張ってくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございます。僕のねラジオを通してモチベーションもね上がれば僕も嬉しいなと思いますし、このラジオをやってる意味があるのかなと思います。本当にね、あと運動ってすごい大事ですから、1時間別にやらなくていいんですよね。30分でもいいし15分でもいいし、なのでその調子でうすさん続けてみてください。きっとねもっといいことがあると思います。頑張ってね。じゃあ次行きます。ラジオネームいっちゃんさん。ゆうたくんただいま。私の夏といえば花火なんですが、前に見に行った花火大会は平原綾香さんのジュピターが流れる中、河川敷に花火が上がったのですが、その感動が忘れられません。真上で開く花火に音楽が合わさって思わず泣いてしまいました。ゆうたくんの夏といえば思い出すことって何ですかという、メッセージをいただきました。いいですね。結構壮大なジュピターを聴きながら開く花火を見て泣いたっていうことはすごいあれですね、感受性豊かな方なんじゃないかなと思いますね。でね、本当にね僕夏祭りとかをいつ行ったんだろう。もう多分ね俺ね夏祭り行かずに、だから俺そういうタイプだったよ。夏祭り行ってくるわっつってお母さんにお小遣いもらうじゃないですか。でそのお小遣いを持って友達と違うとこ行ってたりしましたね。だから最近思うんですよね。この夏の時期になると夏祭りっていうかその夏にしかない雰囲気があるじゃない。祭り屋台があったり花火が開いたり浴衣着たりって日本の文化だからさ、
なかなかこっちではできないわけよね。みんなにはね、ぜひこの夏祭り行ってよかったなっていう思い出をね、一つでも残してもらいたいなと思いますし、特に学生さんね、このコロナ禍で今年もさ、なかなか夏祭りが開かれないところが多いと思うんですけど、まあね、もしね、そういう機会があるならば、もちろんね、周りの人にしっかり迷惑かからない程度でしっかり楽しんでもらいたいなと思います。はい。じゃあ次行きます。ラジオネーム猫本さん。私には中学生の弟がいるのですが、どうやら反抗期が始まったようなのです。おやおや。ですが、もともと真面目で素直な子なので、反抗の仕方も手探り状態なのか、ここ最近は言葉を少しだけぶっきらぼうに言うようになりました。例えば、お父さんお母さんの父さん母さんのように最初の「お」をつけないのが近頃ブームらしく、先日はおにぎりを握りと言っていました。いいっすね。本人は至って真剣なので、笑っちゃダメだね。本人は至って真剣なのが余計に面白く、姉は笑いそうになるのを必死にこらえながら接しています。最近は反抗期がない子供も増えているらしいですが、ゆうたくんは反抗期ってありましたか？ぜひ教えてくださいということですね。めっちゃ可愛くないですかこれ。僕反抗期っていう反抗期はね、多分あんまりなかったと思いますね。そうだよね。ね、お母さん、すごいいい子でしたよ僕。はい。でもその気持ちすごくわかりますよ。なんかね、かっこつけたい時期があるのよ。で、特にね、女子から見たらなんであんな子供っぽいことしてんのとか、なんであんなダサいことしてんのって思っちゃうと思うんですけど、やっぱね、その頃のね、思春期の僕たちからしたらそれがかっこいいになるんですよ。そこはもうちょっと受け止めてあげてください。で、そういうさ、思春期の子ってすっごい強がってるけど、実はね、内面めっちゃガラスのハートだから、笑っちゃったりしたらちょっとグサッときたりしてるのよ。そのうち気づきますよ。おにぎりのこと握りって言ってた時の俺みたいなね。そのうち気づくんで、そっとしておいてあげてください。はい。優しく見守ってあげましょう。それでは、ここで一曲を皆さんにご紹介したいと思います。夏といえばね、もう夏始まっちゃうので、NCT127 のサマー127という曲を聴いて、このね、夏盛り上げていきましょう。ということで、NCT127 でサマー127。ここで番組からのお知らせです。ニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにあるインター FM チャンネルはもうチェックしてくれましたか？スマートニュースのチャンネルプラスとは、スマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで、日米で1000チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。このスマートニュースのインター FM チャンネルには NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツがあります。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード。一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。あとは NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけです。ぜひチャンネルを追加して毎週チェックしてみてください。以上、お知らせでした。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。Yuta at home。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、いかがだったでしょうか？すごいね、あっという間でしたよね。で、もう一つね、本当はメッセージが来てて、ここで皆さんに紹介したいと思います。ちょっと早くいくね。ラジオネーム小学3年生まさみさん。私はゆうたお兄さんが大好きな小学3年生です。ゆうたくんにやったら高いをしてもらうのが夢です。今はコロナで直接会えません。そこでお願いがあります。日本の小学生で NCT127 のファンクラブに加入し、 NCT23 人全員の名前が言える小学3年生は日本の中でそういないと思います。私のことを全力で褒めてくださいということですね。いやね、本当にね、もう大好き。全力で高いしてあげるよ。本当にもう高いしてあげる。もうやめてくださいって言われても、もう全力で僕のね、体力が続く限り
もう絶対高いしてあげるので、これからもね NCT127 そして僕ゆうたのことを好きでいてください。ありがとうねまさみちゃん、これからもよろしくお願いします。ということで皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうた@home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も皆さん僕のお部屋にぜひ遊びに来てください。じゃあみんなバイバイ。Can you feel it? Can you feel it right now? 優しく触れ合って right now. 一緒に笑い This program was brought to you by Sumato News. 何があったその目で見えない